本当にそうなのかと、面白い桜庭先生の実例を紹介すると、こんにちは、三笠書房編集部の中西です。今日は因果応報の法則について開運大王こと桜庭つゆき先生のこの本から解説していきます。まず因果応報という言葉、皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。もともとは仏教の言葉で、その意味は今生きている命が現世とすると、もちろんその前には前世があって、さらに先には来世がある。現世は前世の行いの結果である。で、来世は現世の行いが結果として現れるというのが因果応報。長期的な視点で見ればそうなんですけども、もちろん短期的な視点で見ることもできて、つまり昨日の行動の結果が今日に現れるし、今日の行いが明日に結果として現れるということですよね。こういった感覚は別に仏教徒などじゃなくても納得できることかと思います。桜庭つゆき先生も別に仏教徒ではないんですが、そういった近い法則を認めていて、先生の言葉で言うと、宇宙は倍返しの法則と因果応報というようなことはもちろんある。行いが結果として返ってくるんだけども、桜庭つゆき先生に言わせれば倍返し、良くも悪くも、倍返しで返ってきますよと。桜庭先生はこれを宇宙にブーメランを投げるというような言い方もしていて、天に向かって投げたブーメランは自分にしかも倍になって返ってくるんだと。で、このブーメランを投げるというのはもちろん比喩的な意味なんですが、それはもう全てのことで、例えば口にする言葉、あるいは習慣や行い、仕事の進め方、お金の使い方で、人間関係の持ち方など、我々の人生のあらゆる一挙一投足がブーメランとなって宇宙に放たれる。宇宙は倍返し、律儀な倍返しの法則なので倍になって帰ってくると。で、本当にそうなのかと。面白い桜庭先生の実例を紹介すると、桜庭先生がかつて仕事をしていた時に、一緒に働いている人に缶コーヒーをプレゼントしようかなと思った。で、その時にですね、桜庭先生は宇宙法則の研究家でもあるので、たまに神様の声が聞こえるそうなんですが、神様からどうせなら30人にドカンとプレゼントしろよという声が聞こえたそうなんですね。1人や2人だけじゃなくて、もうその現場にいる人全員にドカンとプレゼントしろよという声がお告げが聞こえたそうなので、1本120円の缶コーヒーを30人分、つまり30缶買って戻った、仕事場に戻った。そして皆さんにお配りしたと。じゃあいろいろと喜ばれたそうなんですが、なんとその日のうちに、しかも面白いことに、その職場で配った人たちとは全く関係のない別の人たちから、その日はなぜかいろいろな手土産をもらう機会があったと。内訳は具体的に本ではピーッと入れたんですが、ダロワイヨのマカロンやいろいろベルクのラスクであったり、ウィダーゼリーであったり、ヨックモックの詰め合わせであったり、なぜか栗5個をもらう機会もあったと。で、本当は失礼なんですが、一応宇宙は倍返しの法則を検証するために、このそれぞれの手土産の値段を簡単に調べてみたところ、1缶120円だったので計3600円分ですよね。なんともらったプレゼントは約7000円ほどになったと。で、ほぼ2倍、つまり宇宙は律儀な倍返しと。本当にそうなんですね。自分が投げかけたものは大体倍になって帰ってくると。宇宙は律儀な倍返しということでですね、皆さんもいろいろとこういった形のあるものであったり、ないもの、何にせよ自分が口にする言葉、行い、人間関係、お金の使い方、仕事の進め方、その全ては倍になって帰ってくるんだという視点を持ってですね、今一度生活されてみてはいかがでしょうかということで、以上因果応報の法則の解説でした。最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルはまだまだ垢抜けませんが、これから頑張っていきますので、チャンネル登録していただけると大変励みになります。今日も皆様にとって素敵な一日となりますよう。よろしい。